これが本体です。これに当然電源がいりますので、こういうアダプターが一緒についております。はい。それと、電流を流すベルトが、お腹周りのやつ。これ私が持っているのはこれ M サイズです。だいたい私のお腹の周りが80センチちょっとなので、80センチ前後の人はこの M サイズのベルトを使っていただくということです。お腹の周りの電極ベルトが1本と、右と膝の右左膝がありますけども、膝のサイズはだいたい皆さん同じ大きさで、使えますので、右側と左側の膝用のベルトが2本で、本体とこの電極をつなぐケーブルがあります。ケーブルがちょうど2本あります。これ2本あります。はい。で、これを本体のこちら側に右側と左側にこのケーブルを基本的には差し込むという形になります。一番最初にやらないといけないのは、まず、本体に電源ケーブルを差し込むということになります。ここの部分が、AC アダプターに放り込むようになっていますので、ここに今電源の、止め口がありますので、ここへ差し込みます。きちっと差し込みます。はい。で、これで電気はここまで来ているということになります。はい。この電源のスイッチと電源の入力ケーブル側があります。で、ここにこれを差し込みます。で、しっかりと中に差し込みます。で、ここで、本体と電源がつながったという状態になります。それでは次は体にベルトを装着するわけですけども、これが非常に大事です。まず最初に、お腹周りのベルトからいきましょうかね。このベルトは実は銀の糸、銀を編んだ糸で電流が流れるように構成されています。一番大事なのは、この銀糸のままですと電気が非常に通りにくいんですね。で、電流がうまく通るためには、ここに必ず水を含ませないといけないんです。ということで、今から実演しますけれども、できたらこの中心を向かって水をかけていきます。こういう状態で、見たら分かるように今色が変わってます。こちらはまだ白い色ですけども、こちらの方は結構ちょっと黒ずんできてます。これが水がしっかりと入った状況ということになります。で、こういう形でゆっくりでいいですから、上から順番にこんな感じで電気を、結局この銀糸の方が皆さんの体の皮膚に当たる方になります。ということで、こちら今ありますね。こちらを装着しますけれども、ここで自分で巻きます。こういう感じで巻きます。そうするとこのコネクターが前にここに来てるはずなんです。で、あんまりゆるゆるでもなくて、あんまりキツキツでもない状態っていうのがいいと思います。はい。これでお腹のベルトの装着終わったので、あとは膝のベルトの装着になります。膝の方にはコネクターが1個しかありません。右と左1本ずつです。ですから先ほどと同じようにこれに水をつけていきます。こんな感じですね。一旦座って自分が刺激を受ける状態にしてから、例えば右から巻きます。先ほども言いましたけども、ここに、コネクターがありますので、ここに上に来る方が装着しやすいので、ということで一旦ぐるっと巻いて、この墓地がちょうど外側広筋という筋肉のこの辺に来るように、こういう感じで巻いていただく。多少右左1センチ2センチ上でも下でもそれは全然関係ありません。もうこれで一周ベルトを巻いてますから。で、原理としては
右の半分ここに電気を流して、こちら側からこのベルト状に沿って電気が流れます。こちら側のベルトの方に向かって電気が流れますので、上だけじゃなくてお尻の下の方からもう全部4方向、もう左右全方向にお腹の方からお尻の中を通って膝の方に来るわけです。今度はここに先ほど言いました2本のケーブルがあります。これがコネクターと言われているような、接続ケーブルですね。先っぽ見ていただくと黒い端子、黒いのと赤い端子があります。で、基本的に赤は一応プラスとなって、赤をお腹のところに差し込みます。電極が動かないようにして、そこから上からパチッと音が鳴るまで、これ今パチッと音聞いてくださいね。これ今からっていう綺麗な音がします。これできちっと入っています。で、黒い方はこの膝の上につけます。これで完全についています。で、これで先ほどの本体の左でも右でもいいんですけれども、これ全くどちらでも構いません。差し込みます。この辺で止まっておくと、これ完全には入っていませんので、必ず最後までしっかりと押し込んでください。はい。で、あとはもう1個ですね。左側に装着します。本体の接続ケーブルの残っているところにしっかりと差し込みます。で、この状態で今画面に何も出てきていません。で、このコネクターのケーブルの電源の横に実はスイッチが入っています。小さいですけども、このスイッチを今からオンにします。はい、今オンにします。そうするとコンピューターが立ち上がって、レディという形になります。で、これで今から電気刺激を開始する準備ができました。で、この今状態でこれ筋トレってここにプログラムが書いてあります。で、私が作ったこのマイメド EMS は6つのプログラムが入っています。で、例えばこの今スタートの横に矢印があります。で、これを1個押していただくとインナーマッスルという次の刺激のプログラムが出てきます。で、もう1個押すと今度はゆったり運動で、その次を押してみるとウォーキング、ジョギングっていうのがあります。で、これは有酸素運動をシミュレーションしたようなプログラムで、このプログラムは30分ほど続きます。で、もう1個押しますと引き締めっていうのがあります。で、これは下半身のこの辺に血液が溜まって、なんとなく足がドーンと重いとか、血流を促進して血行を良くしていくためのプログラムを私が考案しています。筋肉をリズミックに収縮させることで、血液が循環しやすいような、そういうことで、あとリラクセーションもするようなプログラムから構成されています。で、次を押すとサーキットトレーニングってあります。で、いわゆる筋トレと有酸素運動が交互に来るようなプログラム、それが大体、30分ほどあって、一般的なスポーツジムでやられている30分で、1ローテーションするような、そういったスポーツジムで使われているサーキットトレーニングがご自宅でできるように、作ってあります。で、今日私が今からやるのは、もう一個押していただくとインナーマッスルという、インナーマッスルというのは皆さんの外から見えない筋肉です。例えば骨盤と皆さんのこの大腿をつないでる筋肉もあるんですけども、この筋肉、腸腰筋とかっていうこういう筋肉が弱ってくると足が上がらなくてすり足になって転倒したりとか、バランスが悪くなったりします。あるいは腸腰筋とかこの奥の方にいろんな筋肉があるんですけども、それは表には見えない筋肉です。あるいは骨盤周りの骨盤底筋とかっていうのは外からでは見えない筋肉なんです。ですからインナーマッスルと言います。
年とともにふらついたり足腰がこうなんかバランスが悪くなるっていうのは、おそらくこのインナーマッスルが弱くなってる。で今日はそのプログラムを使います。で筋トレとインナーマッスル、この辺はだいたい13分から14分ぐらいです。最初2分間ぐらいウォーミングがあって、で最後2分もクーリングダウンという生理体操があります。ですから賞味だいたい9分から10分ぐらいの筋トレが、もうこちらの方でプログラムしているので、皆さんはただスイッチを押すだけ、筋肉が疲れないように途中で血流を促進したり、リラックスさせる部分とかみんな私の方で、運動生理学的に見て一番妥当な運動神経の使い方なんかを模倣したようなプログラムを作ってありますので、皆さんはどんなプログラムをしたいのか選んで押すだけというふうになっています。最初からウォーミングアップからクーリングダウンまで全部自動的にプログラムされています。今この画面でインナーマッスルと出てきてますので、あとは真ん中のこのスタートっていうのを押すだけです。でここからこのプラスを1個押すたびにだいたい2ボルトから3ボルトぐらいちょっとずつ電流が上がっていきます。でこのマックスが30までなってるので、30までっていうともう僕でももうこんななるぐらい筋肉が動いて、もう本当にもう、自分ではもうできないぐらいのトレーニングが30までです。ですからまず皆さんはそこまで絶対いかないと思います。一般の人は大体言ってほしいのは、最初の段階で7から10ぐらいの間までで上がっていかれると、つまり最大出力の3分の1ぐらいを最初は目安にやっていただいたらいいと思います。今日は とりあえず10まで上げてみます。で10まで上げました。これでもう結構きています。お腹にも来てますし、膝の後ろの筋肉にも来ています。ちょっと見にくいと思うんですけども、今これで筋肉が動いてるの見えますかね。ピクピク。今ちょうどトレーニングの合間に筋肉を収縮させて血液を循環させて疲労を今取っている状態です。これ見えますね。筋肉がピクピクピク動いてます。でお腹の筋肉、腰の、これで休みがあって今度は筋トレになります。これがぐーっと今筋肉が収縮してるの分かりますかね。これ中でもかなりきています。で太ももだけじゃなくて今腹筋にもきてますし、ハムストリングスという裏側の筋肉にも今きています。ここで皆さんにその説明をしたいと思います。今こんな重りも何もかけてなくて勝手に筋肉が力こぶを作っているような状態で、なぜ私の筋肉が大きくなるか説明します。実は今動いている筋肉を強く大きくするためには側筋っていう筋肉にはおおむね2種類あると思ってください。側筋という強く大きな力を出す筋肉と、持久力のある遅筋という筋肉、大体どの筋肉も 50% ずつぐらいで構成されています。で筋トレをやるときにはその側筋という強い大きな力を出す筋肉を鍛えないと筋肉が強く大きくならないんです。でそのために側筋っていうのは持久力の筋肉をもう全部使ってそれ以上にもっと力を出す、つまり自分が出せる最大筋力の 70%、80% 近い力をぐーっと出す時に側筋っていうのは自分で使うことができるんです。ですから筋トレっていうと必ず重い重りを持ち上げてものすごく努力をして 70%、80% の出力に近づかないと側筋が動員されないから側筋は強くならないわけです。だから重い負荷がいるわけです。そうすると高齢者だとか女性でそういう難しい筋トレができない方には筋肉を大きくしたりすることが不可能になってくるわけです。そこで私が考えたのが電気刺激なんです。言い換えると今ピクピクして動いてますけど、この筋肉は実は僕がガーッと 80、90% で努力した時に使ってる筋肉に今電気が流れてるということなんです。だから電気刺激でなぜ強い大きな筋肉も出していないのに筋肉が肥大するかというと、そういった最大で努力しないといけないような筋肉が電気刺激では
神経が一番太いところに簡単に電流が通りやすいというオームの法則によって、いとも簡単に、むしろ強い大きな筋肉ほど電気刺激では刺激がされやすいという原理があるわけです。だから電気刺激はこんな膝とかいろんなところに重りをつけたり負荷をかけてぐーっと頑張らなくても、寝たい極端に言ったらこの椅子に座ってテレビを見てるだけでも本当はものすごい筋トレを今やってることになってるわけです。この後に十二分にタンパク質とかアミノ酸のそういうサプリを取れば、筋肉はどんな人でも高齢者でも大きくなるというエビデンスが我々はちゃんと持っています。以上です。使い方分かったでしょうか。よろしくお願いします。